事故当時、まず、管制官の方が、オレンジ色の発光、これを認めて、そして呼びかけをしました。無線の方で当該機に対して呼びかけをしたところ、それに対して応答がなかった、そこの方から、航跡喪失に至っております。今現在で分かっている事実はここまででございます。消息を絶った F15 離陸直後に何が？墜落原因は操縦ミスではない。2022年1月31日 F15 戦闘機が航空自衛隊の小松基地を離陸した直後に墜落したとみられている。魔の11分間という言葉をご存知だろうか。世界の航空機事故の約7割が離陸後の3分と着陸前の8分に起きているという意味の言葉である。小松基地の F15 においても離陸して間もなく管制官がオレンジ色の光を目撃していたことを明らかにした。2月4日に開かれた閣議後会見で岸信夫防衛相は新たに機体右側の水平尾翼や燃料配管の一部が見つかったと説明している。2月2日からは海上自衛隊の掃海艇が捜索を始めており、これに陸上自衛隊も加わって内灘町の海岸などを捜索している。岸防衛省は発生から72時間以上経過したが引き続き行方不明となっている2人の人命救助に全力を尽くすと強調している。今回は墜落した F15 に関する今までの経過概要や F15 の緊急脱出システム、事故にまつわるさまざまな事象を紐解きながら今回の事故の詳細を解説していこう。墜落した F15 の経過概要。まず墜落までの経緯だが、1月31日航空自衛隊小松基地に所属する F15 戦闘機が離陸直後に海に墜落したのが初報である。事故発生から1週間が経った今でも隊員2人が見つかっておらず捜索が続いている。次いで2月4日に開かれた閣議後会見で岸信夫防衛相が72時間以上経過したが引き続き行方不明である旨を報道陣に告げている。防衛省によると捜索の対象となっている F15 に搭乗していた隊員は田中浩二一等空佐52歳と上田竜星一等空尉33歳とのことだ。2人はアグレッサーと呼ばれる飛行教導群に所属するエリートパイロットだった。なおアグレッサー部隊は2016年6月に宮崎県のニュータバル基地から小松基地に移転した部隊だ。事故当日である1月31日の詳細を遡ると、まずは午後5時半ごろに F15 戦闘機が擁撃戦闘訓練のため搭乗員2人により小松基地を離陸。直後小松管制隊のレーダーから航跡が消失となっている。これを皮切りに5時50分以降航空自衛隊による捜索救難活動を開始。7時10分ごろ小松救難隊 UH60J が浮遊物を発見。7時25分ごろ浮遊物、航空機の外板等の一部を回収。8時20分ごろ浮遊物、救命装備品の一部を回収。8時40分ごろ回収した浮遊物を当該機のものと断定と続いている。事故発生からわずかな時間で浮遊物の発見・回収まで至っているにもかかわらず、そこから数日以上捜索活動に目立った進展がないことになる。また海面に燃料油などが浮いていないことから空中分解した可能性も否定できない。緊急脱出の方法とサバイバルキットの内容。今回墜落した F15 には当然ながら射出座席ベイルアウト装置が搭載されている。パイロットにとってはまさに最後の命綱ともいえる装置である。これは作動させると搭乗者を座席ごと機外へ打ち出す仕組みで、打ち出されたパイロットはパラシュートで降下する。主に戦闘機など小型の軍用機に装備されている装置である。射出時には搭乗者に15から 20G 程度の加速度がかかるため、訓練経験がないと脊椎損傷などの危険があると言われている。また座席のシート下にはアルミケースがあり、そこにはサバイバルキットが入っている。サバイバルキットがなければ山中や海に無事脱出できたとしても
発見されるまで命をつなぐことができないからだ。このサバイバルキットには非常食や医薬品、海水脱煙剤、救命保温具、携帯用の特殊毛布、無線機、拳銃、ナイフ、方位磁石、マッチ、ワイヤー、ノコギリ、釣り具、ゴムボートと補修用品などが入っている。日本は海に囲まれているので、あらかじめ海上に着水することを想定してゴムボートがサバイバルキットの中に入っている。非常食も入っているが、非常食が切れれば水は海水脱煙剤で飲用できる状態にして確保できる。また釣り具で魚を釣ることで非常食とすることもできる。これらのサバイバルキットを活用して数日は海上で生命を維持できるようになっているのだ。海上に墜落しても捜索を待つだけの道具は揃っていると言えるのである。しかし冬の海では海水温度が低く、水温10度から15度で生存時間は長くて6時間、5度から10度であれば1時間以内の生存率は 50% とされている。墜落原因とフライトレコーダー。 F15 の墜落事故は離陸から消息を絶つまでわずか1分程度だったと言われている。そのため滑走路の目と鼻の先で異常が起きたということだ。乗っていたのは熟練パイロット2人。過去の墜落事故では操縦士が平衡感覚を失う空間識失調に陥ったケースが多い。例えば2019年の最新ステルス戦闘機 F35 の墜落もこれが原因とされた。しかし今回の事故機の F15DJ は2人乗りである。そのため主操縦士に異常が生じても同乗者が代わりに操縦できたため、空間識失調が事故の原因とは考えづらい。防衛省の関係者も現時点では本当に何があったのかわからないとコメントしている。また航空機には通常であればブラックボックスと呼ばれるボイスレコーダー、フライトデータレコーダーを収容している堅固なボックスが搭載されている。そのためこのブラックボックスから救難信号が発信されるはずだが、こちらについてのオフィシャルな発表は今のところ出ていない。離陸から消息を絶つまでわずか1分程度と言われているため、捜索範囲はかなり限定される。しかし手がかりとなるフライトレコーダーが未だ発見されていないのだ。航空自衛隊は機体の破片を回収するなどして原因の特定を急いではいるが、今のところ大きな進展がない。そもそも F15 はエンジントラブルに強い総発機であり、離陸直後の事故のため燃料切れもありえない。そのため事故の原因が未だに全くわからないという事態になってしまったのだ。パイロットの捜索と墜落原因。今回の事故は本当に不可思議なことが多い。離陸直後に消息を絶っていること、パイロットは熟練2人だったこと、基地近くで墜落しているにもかかわらず未だ捜索が続いていること。言うまでもないが、まずは行方不明となっているパイロット2名の捜索を最優先にしてほしい。機体よりも優秀なパイロット2名の方が国にとって、そして航空自衛隊にとっては宝である。これについては政府・県だけでなく周辺住民も協力に当たっているということなので、本当に無事を祈るばかりだ。一方でパイロットの安全が確保できた際にはしっかりと今回の事故の原因を究明し公表してほしいと思う。なぜ事故が発生したのか、なぜこんなにも目と鼻の先で起きた墜落事故の原因特定と捜索活動が長引いたのか。今はこれらを追求すべき時ではないが、最終的には事故の真相について解明をしていくべきである。